こんにちは、バーケンです。今回は土管の破壊に挑戦します。6万円で買ったエンジン式発力機を使います。この場所は父がかつて鳥を飼育していた場所です。ボートで鳥たちが水浴びしています。そして奥に見える円筒がこの土管です。業者に頼むとお金がかかるので節約のため自分で壊します。ボートに関してはなんとか解体完了しました。過去の動画にあります。まずはやってみましょう。私は48歳のただのおじさんです。普段肉体労働をしているわけではありません。完全に素人です。父がたくさんのゴミを残して死んでしまったので、相続した私が片付けています。少しだけ先のシーンをお見せします。この発力機、重量約 20kg くらいあります。カタログでは85ジュールの威力がありますが、エンジン全開にすると私の体力では扱えそうもないので、半分程度の出力で使っています。この土管、正式にはヒューム管と言います。ご覧の通り、鉄筋コンクリートなんです。コンクリートの中に糸状の鉄が張り巡らされています。作業があまり進まないので先端部分を付け替えます。今はマイナスドライバーみたいな形のものを付けていましたが、先の尖ったものに交換します。こんな感じでつまみを回してワンタッチで交換できます。私のいつものことなんですが、やり始めの時はスピードが遅くて、だんだんコツが分かって速くなってきます。これからどんどん進むので、もう少しだけお付き合いください。今のうちに自己紹介。私は石川県に住んでいますが、この土地は新潟県にあります。およそ 400km 離れた場所に厄介なゴミ土地をたくさん相続しました。最初は遺産で片付けを業者に依頼していましたが、遺産は全然足りなくて、残りは自分の体でやることになりました。そんな動画がたくさんあります。私の相続のリアルを皆さんにぜひ知っていただきたいです。本音を言うと、 YouTube 収益で交通費くらいが払えるようになると私のゴールがぐっと近づきます。私は不器用で頭もよくありませんが、不屈の精神で打たれ強く生きていきます。私の人生の最大の頑張りどころが今なんです。さて、部品が外れて部品を探しています。プラスチックが割れてしまい修復したのですが、全然治っていませんでした。次はハンマーを使ってみます。上の面は発力でいいのですが、横の面は発力では難しいのでハンマーなんです。そこそこハンマーで壊れてくれますが、とっても疲れます。本当に疲れます。もう一回り大きいハンマーがあればいいのですが、私は解体の専門業者でもないですから、このハンマーしか持っていません。でも今後を考えると、もう一回り大きいハンマーは私には必要です。まだまだ解体しないとならないところが実はいくつもあります。正直簡単に壊せるだろうと思っていましたが、糸状の鉄線がなかなか手強くて先が心配になりました。でも骨組みが見えたこの辺りから私にも壊せると確信を持ちました。私はおとなしい性格なので物を投げたりはしないのですが、さすがに疲れてハンマーを投げ捨てました。この日は朝3時出発でした。早朝は寒いので服を着込んでいます。なので暑くなったら脱ぎます。コンクリート柄を集めます。土のう袋が便利です。そしてハンマーで叩きます。重機があれば簡単に壊せるのにな。叩く場所がなくなってきたので
回転させたいのですが重たくて動きません。なのでそこに溜まったものを取り出します。スコップを取ってきました。全体が軽くなったので持ち上がります。なんとかして回転させたいのです。そうそう、この土地はこんな感じで鳥を飼っていました。父は自分の趣味に生きて一つも片付けずにぽっくり死んだのです。よいしょ。嬉しいお知らせです。重機をお試しで使う準備ができています。次回新潟に行った時におそらく重機を私は初体験します。よいしょ。かなり疲れていてもうフラフラになっています。結局叩いて叩いて叩いて、そんな動画ですが、この後展開が違ってきます。最後までご覧ください。かなり軽くなっていて勢いをつければ回るのですが、下の面が重たいので回してもぐるっと戻ってしまいます。ということで私は思いつきました。ご覧ください。エンジンブレーカーを使います。叩くよりはエンジンブレーカーの方が楽です。エンジンブレーカーでところどころひびを入れることにより叩きやすくしています。ここまでご覧いただきありがとうございます。だいたい作業開始から1時間ぐらいかかりました。
ついに運べる重さになりました。やりました。このゴミは敷地の隅っこに運びます。業者さんがなかなか片付けてくれないのですが、その業者さんのゴミと一緒に置いておきます。と思ったら、もうちょっと残っていました。同じことの繰り返しなので、カットします。移動するために一輪車に乗せようと思います。うまく乗せることができないので切るしかないです。ディスクグラインダーで切ります。鉄筋コンクリートは面倒だと今回初めて知りました。一輪車に無事乗りました。地面がボコボコしていて運ぶルートも考えないといけません。自分の運転する重機でいつかきれいに整地したいです。そしてコンクリート柄を片付けます。重量的には 100kg くらいしかないので産業廃棄物ではあるけど無許可で運搬しても見逃してもらえる量だと思います。なるべく早く許可を持った業者に回収してもらいますが、しばらくは雨が当たらない場所で保管します。コンクリートがついた鉄の部分は敷地の隅っこに運びます。赤丸の部分です。業者さんがなかなか片付けてくれないのですが、逆にラッキーです。業者さんのゴミと一緒に置いておきましょう。発電機の煙のせいか画面が曇って見えないのでこれで終わります。いいね、チャンネル登録、コメント大歓迎です。ご視聴ありがとうございました。